ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白し体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はドラウグルデスロードよ。ドラウグルデスロードはドラウグル系雑魚の最上位でレベルが上がればスカイリムの各地に出現するわ。ただ今回紹介するのはただのドラウグルデスロードではなく超レアなドラウグルデスロードよ。実は同じドラウグルデスロードの中にもいくつかの種類が存在していて、今回はその中でもとびきりレアで強力な個体を紹介するわ。というわけでまずは性能を見ていくわよ。始まるよー。ドラウグルデスロードは弓を得意とする遠距離アタッカーよ。彼の最大の特徴はその攻撃力の高さにあるわ。これまで紹介してきた弓使いで最も攻撃力が高かったのは念動力の矢を除くと山賊略奪弾だったけど、彼に影の弓と骨の矢を装備させるとはい285ダメージね。今度はドラウグルデスロードに同じ武器を装備させるとはい321ダメージになったわ。なぜここまで高いダメージを出せるのか、その秘密は彼のレベルにあるわ。一般的なドラウグルデスロードのレベルを見てみるとはい30ね。ところがこのドラウグルデスロードのレベルはなんと40もあるわ。レベルが高い分スキルレベルも上がるからここまで高いダメージを出せるというわけね。レベルの高さではドラウグルのデスオーバーロードの方が上だけど、彼らの得意スキルは片手武器と両手武器で弓の適性はないのよね。だから弓使いとしてはこのドラウグルデスロードの方が優れているわ。というより弓使いとして彼より高いダメージを出せる銃とはほぼいないわ。例外として念動力の矢を装備したムラグトングの暗殺者がいるけど、彼らの存在はバグみたいなものだから、実質的にはドラウグルデスロードこそが最強の弓使い銃と言っていいわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがドラウグルデスロードのステータスよ。今回取り上げるのはレベル40のドラウグルデスロードだけど、ほとんどのドラウグルデスロードはレベル30だから、それより銃もレベルが高くなっているわ。その分弓術などのスキルレベルも高くなっているし、エクストラダメージ 2.5 も持ってるから、弓による攻撃で最高クラスのダメージを出せるわ。シャートは揺るぎなき力の3個止めを使えるのだけど、これは特に弓と相性がいいわ。吹き飛ばして距離を取れる上に、起き上がるまで一方的に攻撃できるから、敵として出てきた時にこのコンボを食らって瞬殺されたプレイヤーも多いんじゃないかしら。ドラウグルは見た目に反して防具を装備してないから防御力は低いのだけど、体力が高いから耐久力はむしろ高い方よ。片手武器も弓と同じくらい得意なのだけど、片手武器ならドラウグルのデスオーバーロードの方が強いから、個性を生かすためにも弓使いとして運用するのがおすすめよ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ドラウグルデスロード自体はスカイリムの至るところに出現するのだけど、レベル40のドラウグルデスロードはプレイヤーのレベルをかなり上げないと出現しないわ。具体的に何レベルから出現するかというと、レベル60よ。レベル60まで上げること自体がかなり大変だし、そこまで上げてしまうと、プレイヤーのレベルに連動する死体はほぼ全て蘇生不可能になってしまうわ。ただしこれはレベル40のドラウグルデスロードが普通に出現するようになるレベルであって、これより低いレベルで出現する場所がほんのわずかだけど存在するわ。というわけでこれからレベル40のドラウグルが早期に出現する場所を3カ所紹介するわ。1カ所目はゴルンルードよ。ホワイトラン北にあるノルド遺跡で、儀式の斧の真下に座っているドラウグルが、レベル40のドラウグルデスロードになる可能性があるわ。2カ所目はバーロックの墓よ。ここは入るまでが少し大変で、ミラーク聖堂をクリアして風の岩からスコール村の住人を解放すると、行方不明になった鍛冶屋を捜索するクエストが発生するから、これをクリアするとサースタンから話しかけられて、失われた遺跡のクエストが発生するわ。これでようやくバーロックの墓に入れるようになるから、仕掛けを解いて開く扉のうち、左側に進んで、言葉の壁の前に出現するドラウグルが、レベル40のドラウグルデスロードになるわ。3カ所目はロストバルキグよ。ラビリンシアンには大学クエストで向かうメインのダンジョンの他にいくつか小さめのダンジョンがあるけど、そのうちの一つがロストバルキグよ。中に入って少し進んだところにある床に穴が開いた部屋の奥に出現するドラウグルが、レベル40のドラウグルデスロードになるわ。もしかしたら他にもあるかもしれないけど、私が見つけられたのはこの3カ所だけだったわ。
死の獣とは人間にしか効かないから、彼らを獣と化するには AE で追加された骨の杖が必要になるわ。彼らは離れた場所で10日経過させると消えてしまうのだけど、保存アイテムを持たせておけば元いた場所にリスポーンするから、少なくとも完全に消滅してしまうことは防げるわ。ちなみにボールドール3兄弟の一人、シグディスもレベル40のドラウグルデスロードとして出現するのだけど、彼はたとえ保存アイテムを持たせても消えてしまうし、リスポーンもしないから、獣人として使うのにはあまり向いてないわ。そんな装備で大丈夫か？彼らに持たせる武器だけど、単純に一番攻撃力の高い弓を持たせればいいわ。弓は攻撃力が高いほど攻撃速度が低い傾向にあるのだけど、ドラウグルは武器によって攻撃速度が変わることはないから、攻撃速度を気にする必要はないわ。最新版では凶器の弓が最も攻撃力が高くなるけど、これは作るのに家事スキルが必要になるから、デイドラの弓を持たせるのが一番いいと思うわ。ミッテンの精霊の鋳造器具に隕石をはめた状態で、黒炭の弓、デイドラの心臓、センチュリオンのダイナモコア、黒鉱石を入れてレバーを引けば、レベルに関係なくデイドラの弓が入手可能よ。これと矢作り職人で買える骨の矢を装備させれば、321ダメージをそこそこのペースで出し続ける頼もしい砲台になってくれるわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はドラウグルデスロードについて紹介したわ。完全に保存できないのは残念だけど、弓使いとして最強クラスの能力を持っているし、何より低レベルで出現するレベル40のドラウグルデスロードは超レアだから、うっかり消滅させないように、少なくとも居場所だけでも覚えておいた方がいいと思うわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。